当社の企業理念は、世界中に笑顔のあふれる食卓を、クッキング・フォー・ウェルビーイングです。ABC クッキングスタジオは、食の力で健康で豊かな生活を実現していきたいと考えています。例えば皆さんお食事はすると思います。そして料理をするということは、自分の健康を意識する第一歩にもちろんつながっていく。ただそれだけではなく、家族や大切な人に振る舞って、そして一緒に食事をすれば幸せな気持ちだったり、また有意義な時間を得ることができます。そしてただお腹を満たすだけではなく、実は出来上がりをイメージしながら時間配分も考え、そして彩りよく作っていく、手先を動かしていくことが、実は脳の活性化にもつながっていくと言われています。そして旬の食材を使ってじっくりとお料理の時間を楽しむことは、本当に心が豊かになると思っています。料理というのは本当にそういったいろんな側面があると私たちは考えています。大切なことは、理想を掲げるだけでなく、自ら実行していくこと、そして家庭のキッチンからできることを伝え続けることだと考えています。私たちは日々のレッスンを通じて、生徒様に料理をするだけでウェルビーイングにつながっていくことや、また日常の小さな習慣の積み重ねで、そこから始められる社会貢献、こちらについてをお伝えしています。広大な海の環境問題、こちらに関しても同様に、私たちがコツコツと家庭の中からできることは必ずあるはずだと思っています。本日は家庭のキッチンから未来の海を守る。本日は料理教室として私たちが海の環境や水質河川保全のためにできることをお話ししてまいります。皆さん、魚の乱獲の問題と聞くと、自分にはちょっと関係ないかなというふうに思われるかもしれません。ですが、私たち消費者の選び方や食べ方が未来の海を守る大きな力になっていきます。まず一つ目のポイントは、サステナブルな魚食文化を育てていくことです。例えば、旬の時期に旬のお魚を選んで食べること。これだけでも資源を守りつつ、おいしく健康的な食生活につながっていきます。また、魚の調理方法や食べ方の工夫をして楽しむことも大切です。調理方法のレパートリーが焼くだけではいつも同じ魚ばかり購入しがちになってしまいます。おいしく食べる下処理の方法やさまざまな調理方法、長期保存方法など知っていくことが大切です。知っていれば多く出回る時期にたくさん購入をして、日常のお料理に無理なく活用していきます。また、皆さんは低利用魚という言葉はご存知ですか？これは市場であまり知られていなかったり、調理の仕方がわからないために売れず、結果として利用されにくいお魚のことを指していきます。実はまだまだ食べられるお魚がたくさんあると言われていますので、こういった魚の調理の知識を知っていると、今よりもっと無駄にすることがなくなります。さらに、地元で採れた魚を選べば、余計な輸送を減らして環境にも優しくなります。例えば、ABC クッキングスタジオでは、自治体と協力をして、国内の水産物の PR 活動も実施しています。実際に触って、調理して味わってもらうことが消費活動にもつながっていきます。地域の水産物を応援し PR をしていくことが漁業を支える力になっていくと思っています。そして2つ目のポイントは、企業として魚をもっと家庭に届ける工夫をしていくことです。私たちは水産庁が制定をしたお魚の日に登録をし、魚を食べようという活動を積極的に行っています。大切なのは食べないことではなく、正しく買って無駄なくおいしく食べること。その思いをキッチンから伝えていきたいと思っています。ABC のお料理基礎クラスでは、親から子へ伝えたい日本の家庭料理をテーマに、
時代に合ったメニュー展開をしています。基礎クラスの約半分のレッスンには実は魚介類を取り入れておりまして、アジフライやブリ大根、クラムチャウナーなどご家庭で作りやすく親しみやすいお料理を紹介しています。またレッスンを通じてお魚の下処理や保存方法を丁寧にお伝えし、魚の楽しみ方を広めています。特に20代から30代の方にお魚の魅力を知っていただくことで、未来の食卓に魚がもっと身近な存在になっていくというふうに信じています。昔からの魚食文化を次の世代につなげていくことは、日本の大事な魅力を支えていくことにもなります。私たち一人一人が正しく消費する意識を持つこと、それが豊かな海を未来に残すための大きな一歩につながっていきます。私たちの料理教室では、食品ロス削減をテーマにした特別なワンデーレッスンを実施しています。食品ロス削減っていうと身構えてしまう方もおられるかもしれませんが、実は日々の調理の工夫一つで身近に取り組めるものなんです。私たちはぜひレッスンを楽しんでいただきながら、こういった知識や調理テクニックを身につけていただきたいと思っています。例えば材料を上手に使い回す方法、普段なら捨ててしまわれがちなお野菜の皮の部分とか芯の部分とか、あとはお魚の骨とか、これらも一工夫をするだけで美味しい料理に生まれ変わりますし、廃棄量も減ります。日本の食卓は一品だけっていうことではなく、一汁三菜献立で構成されていますので、一つの食材をメインにもサブにも使い回していくことができれば、余って腐らせる確率も下がります。また余りがちな食材をまとめて使い切るライフスタイルも提案しています。週末に冷蔵庫の中のお野菜をたっぷり使ってミートソースとか、あとはピザを作る、こういった習慣はご家族にも喜ばれると思います。そして正しい保存方法や作り置きテクニック、こういったこともお伝えしています。保存の工夫を知っているだけで食材の鮮度を長持ちできますし、計画的に作り置きをしていけば余って捨ててしまう量を減らすこともできます。これは家庭の家計ですよね。家庭の家計にも優しい取り組みになるかと思います。食品ロスを減らすっていうことは、ゴミの排出を抑え、ひいては海洋環境を守る行動でもあるのです。さらに ABC クッキングスタジオは、国連世界食糧計画 WFP と日本で初となる広報パートナーシップ契約を締結させていただいています。 SDGs の目標である飢餓をゼロにを目指す国連 WFP の思いに賛同し、 WFP の認知度の向上や支援の輪を広げる役割を担っています。 WFP は飢餓のない世界を目指して活動する国連の食糧支援機関です。緊急時には命を救う食料を届けるとともに、紛争や災害などのショックから立ち直り、豊かで持続可能な未来を築いていくための支援を実施しています。2022年にノーベル平和賞を受賞し、2024年には約1億2400万人の方に食料支援を行いました。飢餓問題っていうと遠い国の出来事のように感じてしまったり、自分にできることはないんじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんが、だからこそ身近な食の活動から飢餓問題への貢献を促すなど、私たちが今できることをさまざまな観点から発信しています。先ほどお伝えした食品ロス削減ワンデーレッスン、実はこちらは国連 WFP との共同企画になります。レッスンを1人ご受講いただくごとに500円を国連 WFP 協会に寄付をさせていただき、寄付金はレッドカップキャンペーンの一部となり、飢餓や
貧困に苦しむ子どもたちの学校給食を届けています。毎年2000人以上の方がこのレッスンに参加してくださり、この活動に携わってくれています。企業として理想や理念を掲げるだけでなく、このように生徒様の行動の一歩につながるような取り組みができていることを大変光栄に思っています。いかがでしたでしょうか。広い海の環境問題も私たちの日々の取り組みで何か一つ一つがその環境問題につながっていく、こういったことを少しでも感じていただけたら嬉しいなと思います。最後になりますが、お料理をするということはこういった日々の習慣、実はいろんなさまざまな効果が得られます。料理というのは健康な体を作ること、そしてそれだけではなく地球の環境を守り、また人と人とのつながりを深める大切な一歩にもなっていきます。自分でお料理をすること、そうすることで塩分や糖分、または油の使い方をコントロールすることができ、本当に健康を意識した食生活につながっていきます。また家庭でのお料理というものが習慣になっていけば、食材の無駄をなくしていったり、または過剰な梱包ごみを減らすことができ、環境にも優しい暮らしをできます。さらに一緒に作って一緒に食べる、これ自体は家族や仲間との絆を強め、笑顔のあふれる時間を生み出してくれます。料理教室として私たち ABC が大切にしていることは、まさにこういったおいしさの共有や、または作る喜びです。そして今ここに私たちはもう一つ、海を守るという新しい視点を重ねていきたいと思っています。家庭のキッチンから始まる小さな工夫や学び、これが未来の海を変えていく、そんな力になると信じています。ABC クッキングスタジオは4歳から80代まで幅広い世代の方々に通っていただいているからこそ、料理を通じて行動をし、次の世代へつなげていきたいと思っています。冒頭にもありましたが、 ABC クッキングスタジオは今年で40周年を迎えます。これからも ABC は料理を楽しみながら環境を守る意識を育み、豊かな未来を共に作ってまいります。家庭のキッチンからできることがきれいな海を残す大きな力になっていきます。今日をきっかけに皆さんも何か一つプラス取り組んでいただけると大変嬉しいです。